日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。婚約発表ならもうとっくに済ませたはずだよ。連邦評議会をデロイヤで開く本当の狙いは何ですか？評議員を持たないデロイヤで連邦会議が開かれるなんてかつてはなかったことですよ。いろいろ取り沙汰されておるようだが、私としては当然のことと思っておる。つまりデロイヤも地球連邦の一員だという認識を新たにするとでも言おうか。とにかくデロイヤで連邦会議が開かれなかったのは未開拓時代から引きずっておった単なる慣習に過ぎん。慣習というものは時において破られるもんだよ。デロイヤの独立の機運に対する牽制という声もありますが、そのような側面は全くない。デロイヤ制に植民が開始されて150年。地球支配に抗して荒廃として独立の機運が高まるうち、地球連邦評議会議長ドナン・カシムがデロイヤ星へと旅立った。いってらっしゃいお父さん。どうした？誰かそこにいるのか？誰か降りてこい。おい、ガードに連絡を取れ。はい。動くぞ！発進。あれは何だ？なんかしめ。ぶつかるぞ。家かい。中に入っているのは誰か。直ちにコンバットアーマーより出てこい。なんだあの爆発は。一体何があったのだ？大変です。各界のシャトルがコンバットアーマーに襲われました。何だと？はい、アーマーライフルの用意。奴の足を止めろ。こっちを向きます。中の奴はソロテックに慣れてない。
動きが鈍い。直接コックピットを狙撃しろ。了解。ゆっくり下がれ。真正面から勝負しようっていうのか。バカにするな。くそ、照準が合わない。なんで照準が合わないんだ。だが素人め、こっちが交代してるのがわからないだろう。了解。死亡テロリストの氏名、年齢、出身など現時点で判明していることを知らせ。車両大破。テロリストはデロイヤ人、推定年齢25、6歳、国民上170。ただいま検証中。こいつか、デロイヤのテロリストってのは。ああ、派手にやられたな。連邦評議会議長ドナンカシムへ向けて発せられた数発の銃声が動乱の時代のプレリュードであった。デロイヤは独立させるのが最善であります。開拓時代とはわけが違う。今や独立が歴史の必然だ。地球の食料資源の 40% はなんだ君たちは。ただいまより連邦評議会は我が軍の管理下に置かれた。指示に従わぬ者はデロイヤ独立正規軍の名のもとに処刑されるものと心得てもらいたい。第8軍参謀フォンシュタイン大佐は連邦評議会を占拠、評議員を人質にして地球連邦に対しデロイヤの独立を迫った。ダメだ。デロイヤの独立は絶対に認められん。何度議論しても同じだ。ミスターカシム、あなたも未だに意見は変わりませんか。変わらん。独立は認められん。なぜなんだ。地球の将来を考えたら独立させるのが最善だ。開拓時代とはわけが違う。今や歴史の必然だ。私たち9人は同じ意見です。デロイヤとの関係を正常なものにして相互利益を図る時代に来ている、そういう認識です。君たちは歴史を間違って捉えとる。デロイヤは今曲がりなりにも連邦の一員だ。そして地球はこのデロイヤに食料資源の 40% を依存している。だが独立を認めたらどうなる。一人ではできない喧嘩も二人になればできる。必ず利害が生じ戦争になる。これこそが歴史の必然だ。だからこそ今のうちに手を打ち友好関係を作っておくべきです。彼らが独立を願うなら認める。それこそが友好関係を作る第一歩だ。独立を認めたとしてだ。デロイヤが地球に対し国交を断絶したらどうなる。そんなバカなことはしないでしょう。しないとどうして言える。理性じゃない。デロイヤ人が地球に抱いている感情だよ。理性ではなく感情がしばしば歴史を変えるのだよ。事変に対し連邦軍の対応は素早く、数日を経ずしてデロイヤ製の首都カーディナルを包囲、評議員の奪回を目指した。父さん、待っててください。もうすぐ僕の手で父さんを助け出す。待っててくれ。
じゃねえんだ。引くか。反乱軍の抵抗はあっけない脆さを見せ、連邦軍は数時間の戦闘の後、首都カーディナルを制圧した。いやあレイク、これは一体どういうことなんです？心配をかけてすまなかったな。閣下、これはどういうことなんですか？我々も聞きたいな。彼はそこにいる評議会のメンバーに扇動されて反乱を起こしたんだ。つまり利用されたんだ。そうだ貴様はこの男とどんな取引をしたんだ。連れて行く。君って男は恐ろしい人間だ。君よ。動くな！連邦軍だ！事変は意外な収束を見せた。デロイヤ独立を支持する連邦評議員多数が逮捕され、首謀者フォンシュタイン大佐は事変の責任を問われることなく、デロイヤの州昇格に伴い州政府代表に就任した。その後のデロイヤ独立派の摘発の激しさに事変の謀略性が浮き彫りにされた。君の親父さんはそう言ってたのか。元来政治とはそういうものだ。つまり誰がたらふく食べられるかということに尽きている。フォンシュタインや奴らのやり口とデロイヤ独立を目指す我々のやり方とでは、どちらがデロイヤ人に多くの利益をもたらすかということだ。でもデロイヤ人も地球人も同じ仲間では。それは詭弁だ。同じブドウから作ってもワインの味が違うようにな。我々は地球にサービスしすぎた。だがデロイヤが独立して、デロイヤの政府ができたとして、全てのデロイヤ人が幸せになれるかというと、これまた違う。そこにはまた必ず反対意見が出る。人間は悲しいものだ。安住の地を求めながら永遠にそれを手にすることができずにいる。まあだからこそ人類は進歩するとも言えるか。わしが目指しているのは、そういう時少数の意見であっても多数の中に十分反映できる社会を作るということだ。このコーヒーと砂糖のようにな。大いなる試練だが、そうなって初めて人類は政治を持ったと言えるだろう。100人のために2人を切り捨てずとも済むということだ。何？ダグラムが？分かった。パイロットならここにいる。すぐ連れて行く。ダグラムが完成したそうだ。君に試運転のパイロットを頼みたい。僕はドナンカシムの息子で連邦軍の。構わん。君はいずれ親とも連邦軍とも分かれて我々と行動を共にするようになる。どうしてそんなことが？わしはな、自分の目を信じている。今の君は落ち着き場所を求めてさまよっている。連邦評議会議長ドナンカシムの一子クリン・カシムは、父の意外なる行動に疑問を持つうちに独立派ゲリラのリーダーサマリン博士と出会った。若者の魂はその人となりに深く引きつけられていった。
ご苦労だった。約束通りパイロットを連れてきた。彼を乗せる気ですか？いかんかいずれ我々の仲間になるはずだ。連邦軍だ！逃げろみるんだ博士！早く！激しい時代の波はそれが定めでもあるかのようにクリーンカシムを飲み込み押し流した。父さん。モンシュタイン君、手錠は失礼だ。ゲリラのシンボル的存在のあなたと一度会ってお話をしたかった。さぞ満足でしょうな。地球とデロイヤ、つまり一つのものをなぜあなたは二つに分けようとなさるのです？同じ条件に立ってないからとしか申しようがありませんな。同じ条件？地球のやり方はいつも同じだ。手錠を外してもらっても囚われの身には変わりはない。こうして話し合っている時でもまるで立場が違う。同じ人間同士が血を流し合う。なんと愚かなことだとは思いませんか。歴史学者でもあるあなたならお分かりになるはずだ。あなたは過去から学ぶのが歴史だと思っていなさる。それも大事だ。だが私の歴史は未来です。未来？想像ですよ。過去に人間が望みながら果たし得なかったものを作るのです。連邦を二つに分けることがですか？同じ立場に立てるようにすることです。そのためには血を流しても戦います。人間を尊重なさるならまずそれを尊重していただきたいですな。まやかしの民主主義など欲しくはない。我々にとって必要なのは平等への真の解放です。不幸な結果になってもですか？それは民衆が決めればいいことです。一度あなたのお書きになったという歴史をじっくり読ませていただきます。その上でまたゆっくり話し合いましょう。その時はうまいものを並べたテーブルを囲んで良きブドウ酒を飲みながらにしたいですな。そう、息子さんのクリン君のことですが、彼はあなたとは違った生き方をするでしょうな。あなたが歴史の過去を代表しているように彼は未来を代表している。そうなんだ。父さんたちとは対等じゃないんだ。こいつはたまげた。おい見ろ、 M1 システムが完全にクリアされてるぞ。本当だ。大したもんだから。何すんだ。誰だ、ここを開けろ。開けろ。どうした、何があったんだ。出します。どいてください。
動きだぞ。絶対に地の外へは出すな。いいか、絶対にだ。標的が動き出しました。腕！このタグラムはデロイヤのものだ。絶対に渡さないぞ。ソルティック来た。バカなやつだ。時代の大義に感じる若者と大いなる信念の父とが火花を散らす。デロイヤは動乱の時代に突入した。戦いの質が変わる。戦いのスケールが変わる。ゲリラたちの戦いはレジスタンスの域を超え全デロイヤの解放へと向かう。参謀が欲しい。戦略的に戦術的に大軍を動かす司令官が欲しい。サマリン J ロックがこの男と見込んだその男の名は。次回仕組まれた配信 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション